空が青いな。はい、おはようございます。今日はね、9月23日の火曜日でございます。はい、世間はね、秋分の日で、お休みとなっております。はい。ということでね、今日はですね、便利屋の仕事でね、古民家のお風呂の解体が一段落しましたんで、今日は午後はね、ちょっとお休みということで、帰ってね、野菜、フッツラボのですね、畑、きゅうり、トマト、ナス、ピーマン、あと、さつまいもがちょっと掘り起こしてないのがあるんで、その辺のね、全部抜いて、耕して、そしてね、今度は新しい、じゃがいもと白菜とキャベツとブロッコリーかな。をちょっと植えようかなと。まだちょっと買ってないんですけどね。はい。ということで、今日は久々に帰って畑仕事をしようかなと思っております。はい。ということでね、前回、よいしょ、取れた、この、よいしょ、さつまいも。はい。こちらをね、ちょっと、よいしょ、こちらリサイクルショップでね、販売したいと思います。ということで、本日もよろしくお願いいたします。人月。今日はゆるりとやるよ。はい、ということで、毎朝のモーニングルーティンでございます。今日撮っていく写真はね、こちら、製図 T 字定規でございます。と、あと、またね、3.5 インチのフロッピーディスクドライブ。これも同じなのかな、同じだと思うんだよな。こちらもまあいいや、これ3つ写真撮っていきたいと思います。それでは、さっき撮ったね、写真をね、メルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではですね、今ね、これ、スチームクリーナー、これね、売れたんですけど、ちょっとまた段ボールの箱がないんで、段ボール箱を作って出荷したいと思います。はい、ということでね、今日もですね、段ボール箱を、作っていっております。はい。やっぱりね、規定の段ボールが、サイズがね合わないもんですからね、結局、作っちゃった方が早いかなということでね、段ボール作っていっております。はい。ということでね、何回もね、作ってるシーンを、YouTube で、アップしておりますが、大きいね、段ボールがあるとこういうことができますのでね、小さい段ボールを切り貼りするとですね、なかなかうまくいきません。
ですのでね、大きい段ボールは取っておいてですね、こういう時のために使うと、そういうような形でやっていっております。はい。ということで、切り終わりましたんでね、四隅をテープで留めて、商品を入れてですね、最後上蓋をね、つけていきます。はい。ということでね、ちゃちゃっととりあえずね、簡単に段ボール箱を作りました。以上です。はい、それではね、こちら、昔ながらのストーブなんですけど、一応ね、動作確認してつくのはつくんですけど、自動点火装置がねちょっと壊れてて、電池入れたんですけど、自動で着火できないと。一応ライターでねつければつくんですけど、ということでね、ちょっとここの自動点火装置のところをね、調べて、もし直るでしたら直したいと思います。はい、ということでね、このタイプの、ストーブはですね、よくあることなんですが、点火装置がですね、壊れてしまうと。はい、ということでね、全部ねカバーを外して点火装置のところをチェックしておるわけでございますが、テスターでね、導通を当たりまして、はい、よくある症状ですよね、こういうストーブはね。しばらく使ってるとこの点火装置が使えなくなって、昔はねマッチで、直接つけてた。これがね、切れてんのかね、なんかね全く目が見えませんので分かりませんけど、切れてますかね、このコイルみたいなところね。はい、とりあえずねやっぱねこれが、フィラメントが切れてたんですけど、ちょっとこれの代替がないんで、ちょっと無理くり、フィラメントを伸ばしましてくっつけましたんで、これでやってみたいと思います。構造的にはですね、非常に単純な構造でございまして、電池をつないで、昔実験かなんかで鉛筆の芯かなんかをね、電池つないで赤くなるみたいな実験をしたことはあると思うんですけれども、その原理でございまして、抵抗が大きいものをですね、電池と電池つなぎますと、そこから赤く発火して、着火できると、そういう仕組みでございます。よくは100円ライターかなんかのね、仕組みも同じでございますね。はい、ということでね、そこを導通線をつないであげれば、つくわけでございますが、フィラメントがですね非常に細いコイル状のフィラメントになってますんでね、ちょっと目が私も老眼なんで見えないんですよね。はい、ということでね、この後ね調べたらね、どうやら専用で売っておりましたので、600円ぐらいやったかな1個ね。はい、ということで、はい、お客さんが、さつまいもとミニカー買ってってくれました。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね、9月23日祝日ということで、早速ねさつまいも、買ってってくれた人がいらっしゃいました。ありがとうございます。それとね、ハンモックをね、買っていっていただきました。ありがとうございます。
それとね、ストーブの方ね、こちらの古いストーブ点火できないんですよ。ライターで火つけるとちゃんとつくんですけど、点火装置が壊れてたんで、今分解して、中確認したら、点火用フィラメントがやっぱ切れてるんですね。はい、ですのでね、今新しいのちょっと注文しましたんで、はい、それを差し替えれば使えると思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで今日は便利屋の仕事も午後ないので遊ぶぞー。ありがとうございました。人月。はい、それではですね、午後から、久々に時間が来ましたんでね、フッツラボの方の畑、こちらね、さつまいもときゅうり、トマト、ピーマン、この辺をねちょっと全部きれいにして、白菜、キャベツ、秋じゃがいも、この辺のね、準備していきたいと思います。まずね、こちらね、さつまいもまだ全部掘り終わってないので、掘っていきたいと思います。はい、それではね、さつまいも、これをねまずね切っていきたいと思います。この枝切りバサミではなくて普通のね、ハサミ欲しいですね買えよって話ですけどね、100均の普通のハサミはあるんですけど、はい、こういうね園芸用のハサミ欲しいですね、やっぱね。ということで、じゃがいもがね、思ったよりあんまり取れなかったなっていう印象なんですけどね、はい、結構大きいのが取れました。はい、ということでね、こんなもんなのかなという形で、ただね、土がカッチンカチンで硬いんですよね。はい、やっぱりちょっと土改良しないといけないのかなとも思っております。はい、それじゃあね、この芋づるなんですけど、なんかですね、こうやってビニール袋に入れておくとですね、なんか来年も、使えるという情報をキャッチしまして、ちょっとね実験で試したいと思います。あとはね、ちょっと捨てちゃいます。じゃあで続きまして、こちらね、きゅうりの、苗というか切る植えたやつなんですけどね、このようにねもう枯れて終わりということなので、このね、全部、撤去していきたいと思います。はい、ということでね、一個一個、紐でね、結んでいったところをですね、すべて、外していきます。はい、最初はこんなに上までいかなかったので、下の方で、支柱にね、つけてたわけですが、本当半年もするとこんな上までね成長するんですね。ということで、今回ね台風強風が来てもですね、一応倒れなかったので、良かったかなということで、まずはきゅうりの方の、撤去が終わりまして、続きまして、ピーマンとですね、トマトですね、はい、の方を今撤去していっております。はい、で手前がねナスなんですよ。でずっと雨降らなかったので、ずっとね、ナスが取れなかったんですが、ここに来てですね雨も降りますし気温も低くなってきたということで、
結構ね花が咲いてきているんですね。ですのでちょっとこのまま、放置するか、全部切ってしまうかをね、最後の最後まで悩んだんですけど、結局全部やり直した方がいいかなということで、全部撤去しました。ということでね、一番奥のところが堆肥ボックスを作りましたんで、そこに残砂を、積みましてね、そしていよいよ全部、取り終わりましたので、耕していきます。これね、おじさんからもらった、中古の、耕運機なんですが、ちゃんと使えてますよ。でエンジンかかり悪いですけど、一応ねだまし使っております。ということでね、一通り、全部ですね、耕しまして、やっぱ半年も経つと土がカチンカチンになってしまうんですね。この前を植えた時はねふかふかの土だったんですけど、ということでカチカチなので、空気をね入れるように、耕しております。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。また明日。ということでね、本日は以上となります。夏野菜が全部ね取れて、耕し終わりました。ということで、ありがとうございました。